おはようございます。たかしです。本日は3月26日火曜日、ただいま7時21分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードでの考え方を基本から学びたい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は大きめの陽線になってきております。その前まで先週後半が大きめの陰線で引けたんですが、昨日月曜日は陽線。ただ先週の金曜日の陰線を包むほどの大きさにはなっておりませんので、基本的には本日も上値は重い展開になってくると思います。冷やしのストキャスティクスまだ下落中ですので、もう少し下落しきるのかというところは考えておきたいですね。とは言いましても、今冷やしは上昇トレンド中です。GMMA の青帯は上向きですので、あまりどんどん下落するイメージはありませんが、昨日のように大きめに上昇してくるのかっていうと、ちょっとそこも考えにくいのかなと。もう少し現在地付近で揉み合ってもおかしくないのかなと思いますので、もしかすると昨日安値を下回るような下落を本日起こすかもしれませんし、現在地付近で揉み合ってからの上昇になるかもしれない。どちらにしても基本的には上方向では見ておきたいんですが、とは言ってももうちょっと下落する余地もあるので、その辺が難しい一日になりそうですね。では4時間足です。4時間足は直近の上昇に引いたフィボナッチリトレースメントの 50% 付近から反発をしてきております。昨日結構強めに上昇してきてますよね。この陽線連続になっておりますので、結構強くは上昇してきてます。そして GMMA の青帯の上に乗せてきましたので、ここでサポートされるようですと、ここからもう一段高でこの 193.5 ぐらいを再び目指していく可能性が出てくるんですが、現在はそれがどちらになるのか。ストキャスティクスは高値圏ですよね。日足のストキャスティクスも下落中、そして4時間足のストキャスティクスも高値圏ですので、基本は本日上値が重い、もしくは下落方向に向かうというところをイメージしておきたいです。もちろん今は GMMA の上に乗せてきているので、さほど下落せずにそこから反発上昇していく可能性も考えておきたいんですが、やっぱり4時間足のストキャスティクスが高値圏にあって、前回これ高値圏からのデッドクロスっていうのは今回のこの大きな下落に当たりますので、そうするとここからこういう大きな下落をしていく可能性も十分あります。こんな感じですよね。今はこういう下落もイメージできますし、直近の上昇に対するこういう上昇ですね。こちらもイメージできますので、どちらが勝つかっていうところに今あります。ですのでここからの下落の可能性もあるし、ここから上昇していくという可能性があるので、今はそれを迷うところにありますので、ここでどうなるかですね。ここでレンジになるかもしれないですし、三角持ち合いみたいなのを作ってくるかもしれない。昨日の安値を目指して下落するかもしれないし、このまま浅めの押しから上昇していくかもしれないので、かなり迷うところにあるので、これがどちら向きに動くのかっていうところを見ておきたいですね。どちらにしても今ストキャスティクス高値圏ですので、1回押しを待ちたいところです。では1時間足です。1時間足は直近先週の木曜日にダブルトップを作っての下落、そこからずっと下落はしてきたんですが、先ほど4時間足で言ってましたストキャスティクスの 50% 付近で今反発をしてきているところです。そして昨日の上昇はちょうどこの直近の下落に当てたフィボナッチリトレースメントの 38.2% までの戻し、テクニカルに沿ったすごく分かりやすい動きをしていると思います。そして 38.2% で今一旦上げ止まって、ここから再び下落していくのかどうかっていうところに注目ですね。現在は4時間足の GMMA の上に乗せているっていう話を先ほどしました。そして1時間足の GMMA の上にも乗せてきてますので、このまま1時間足の GMMA でサポートされるのであれば、ここからのもう一段上昇を見ておきたいんですけれども、もし1時間足の GMMA を下抜けてくるのであれば、先ほど4時間足で言ってたように直近の安値、昨日の安値ぐらいまで下落してくる可能性はありますので、その辺の動きを見ておきたいですね。4時間足のストキャスティクスは高値圏にあって、そろそろ下落に向かってもおかしくないところ、1時間足のストキャスティクスは逆に今安値圏に向かっておりますので、それがどちらに動くのか、先ほど言ったように4時間足での大きな上昇の流れと、それから大きな下落の流れですね。ピンクと緑の矢印、どちらに動くのかっていうところを見ておきたいので、動いた方についていくっていう考え方を持っておくといいと思います。1時間足の GMMA が上を
向いてくると上昇しやすくなるんですが、それまでにこれ下抜けてしまうと昨日の安値もしくは190円付近を目指して下落していく可能性が高くなりますので、まずは1時間足の GMMA でサポートされるかどうか、サポートされれば上昇方向、サポートされなければまずは直近の安値までの下落をイメージしておけるとトレードはやりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円日足は直近の高値に白いライン、それからこの水色のラインを引いてまして、この間でのレンジみたいな話をしていたと思います。こちらストキャスティクスは高値圏にありますので、今からは日足の調整の下落が起こってもおかしくないところですね。日足の GMMA 付近までの調整の下落、そうすると150円切るぐらいまで下落してくる可能性がありますので、その辺の動きは見ておきたいですね。ストキャスティクスがだんだんとダラダラと下落してくれば、チャートもダラダラと下落する可能性があるので、下落してくれば150円ぐらいまでの下落はイメージしておきたい。ただし基本は今この白と水色のラインで挟まれたところにありますので、これをどちらに抜けるのかっていうところがまずは先ですので、昨日のローソク足を見ていても底堅い動きはしているんですね。ただ底堅い動きはしていてもほぼほぼ動いてませんので、上昇も下落も現在はどちらに動くのかが分かりにくいところなので、まずはこのラインをどちらに抜けるのかを見ておくといいと思います。では4時間足です。現在この水色のラインが 150.9 付近、そして白いラインが 151.9 付近というだいたい1円幅になってますので、基本的な考え方としてはこのラインに引きつけてトレード、そしてラインを抜けた方についていくという考え方ですね。 GMMA の青帯上向きですので、やはり下がってきたところは変わりやすい試合ではあるんですが、日足のストキャスティクス高値圏にありますし、今4時間足はストキャスティクスは方向感がありません。MACD はちょっと弱いですよね。ですのでここから一度 GMMA の青帯ぐらいまでの下落はイメージしておいてもいいと思いますので、もうちょっと下落 150.8 ぐらいまでの下落はイメージしておけると分かりやすいかもしれない。その辺まで下落してくれば GMMA に接触しますし、先ほどから言っているこの水色のラインにも接触してくるので、そこからの上昇がイメージできるんですが、昨日みたいにこういう小さい値幅でジグザグと動かれるとトレードがしにくくなりますので、まずは待つですね。ラインに引きつけてそこからの反発、もしくは抜けてからの動きについていくという考え方を基本的に持っておくとトレードのポイントが絞れますのでやりやすいと思います。では1時間足です。昨日の動きを見たらこれはトレードするところがありませんよね。15分足ぐらいでこの辺底堅い動きをしているので、昨日の安値っていうのはこの金曜日の安値でもあるんですが、だいたいこのあたり151円付近っていうのは底堅く反発上昇しております。逆に昨日の高値 151.5 付近っていうのも過去を見てますと、その辺で抑えられていることも多いので、じゃあ151円から151.5 の間での今はレンジと考えておく。先ほど言ってましたこの大きな白と水色のこの枠での大きなレンジではなく、その中でさらに小さなレンジを作っているという感じですね。で、そのレンジを抜ければ先ほどのこの水色白のラインぐらいまでは上昇下落していくと考えますので、まずは現在の151円から 151.5 までの間でのこのレンジをどちらに抜けるかっていうところを見ておくと、そして抜けた方についていくっていうことを考えておくと分かりやすいと思いますので、その辺参考にしていただければと思います。ただ昨日の動きかなり分かりにくいですので、今あえてドル円でトレードする必要もないと思いますし、日足のストキャスティクスは高値圏にあるので、そう考えると大きめの下落をする可能性も十分あるので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。